格闘技界はね、柴田 VS 広谷で盛り上がりましたけれども、はい、エギング界は柴田 VS 広瀬が盛り上げます、はい、で今回はね、対決になります。はい、で対決で使うエギ、それがね間もなく発売になる、はい、エギゾーの新色クリアボディですね。はい、はい、このクリアボディのポテンシャルをねぜひ見せつけつつ、はい、対決していきたいなと思います。はい、一応ね炎上系エンジョイ系エギンガと言われている柴田ですけれどもどれほどのもんなのか、このねエギゾー劇場では初登場ですよね。そうですね。エンジョイ系エギンガーの実力をねぜひ皆さんご覧になってください。はい、まず楽しみながらじゃあ対決していきましょう。はい、ではでは煽り煽り。よーあおりあおりイカ釣りだけが負けられへん。じゃーやっつけます。じゃーきたー、がっつり抱いてるもん。クリアボディであおりあおりよー。さあまずめライトやる気があるイカがいれば柴田か私かどっちかに釣れると思いますけどね。あ、そうですか。水温はでも18度あるんです。すごい。結構あったかかった。外の方があったかいんですかね。どうなんやろ。うちかでも18あったんです。下だ。まあ一緒ぐらいですね。こっちも18度ぐらい。まだ十分釣れる温度ですよね。よし。今回今使ってるクリアは広瀬やっつける用のクリアです。やっつけてギャフンって出します。まず広瀬さんに先に釣る。それでプレッシャーを与えてやります。泣かしてやります。18度あったらね、ほぼほぼ適水温やけどな。まあ釣らへんやつほどそういう数字にこだわるもんな。水温とかなんかそういう釣れない理由をこう作っていくねんな。水温がどうだとか香料がどうやとか、もうそんななんか講釈ばっかり垂れるからな。典型的な釣れない釣り人やな。まだ釣れない理由分かってないようやもんな。釣れない理由はもうたった一つしかないの。下手やねとにかくこれを分かってないのにいつも釣りますよ今日はめちゃめちゃ釣りますよって毎回言うねんな。で終わった時には反省します反省します、そういうところが炎上系銀河と言われるゆえんやね。
クリアアピールサンセットつけてるから釣れるはずやねんけどなあとクリアオレンジ、クリアオレンジ、クリアブラウン、クリアブラウン、クリアベイト。クリアベイト。この僕が使ってる緑のやつ、一あ番ベイトに近いようなカラーのやつ、クリアベイト。クリアベイト。であとはグローのピック。来た。クリアアピールサンセット、間違いないです。釣りたい人はとにかくクリアアピールサンセット、これを投げてください。そしたら釣れます。がっつり抱いてるもん。はい、ありがとう。はい、クリアアピールサンセット、くどいようですけれども、このカラーはやばいです。釣れます。でやっぱりね、ボトムの方ですね。ボトム取って、3回ぐらいしゃくって、でボトム取って3回ぐらいしゃくって、これの繰り返しですね。やっぱりクリア系の色はね、このプレッシャーに強くって、低活性にも強いんで、ぜひクリア系からぜひ皆さんもお試しください。でロットの方がエギゾーストの 5G、 これもね、もう少し先になりますけれどもね、秋の発売に向けて、どんどん調整していきたいなと思いますので、こちらの方もお楽しみに。クリアボディで煽り煽まぐれで釣れましたね。り。いや、クリアアピールサンセットつけたら誰でも釣れんねんて。まぐれやないですか。いやいやいや、もうこれ、これですか。こいつですか。私のテクニックではないです。もうテクニックなんか必要ない。クリアアピールサンセットさえつけてくれれば誰でもイカはですもんね。ガチガミやもんね。これもう完全にもう餌やと思って食ってくるよね。それがクリアボディの秘密です。なんでお前俺に食わへんやこいつ。炎上池エリンガ柴田の方はなぜかクリアボディでも釣れない。やっぱりドスケベにはダメなのかもしれないですね。クリアボディが好きですか。大好きです。本領発揮。本領発揮。これぐらい。はい。エギゾウの新色が5色、はい、間もなく登場ですね。で去年ね、ケイムラボディ、ブルーヤコボディ、ヤコウのグローですよね。でその3つのボディが、出ましたけれども、それに続いて今回はクリアです。クリアボディ。クリアボディというとこういう感じですね。はい、完全にクリアですね。完全にスケスケです。スケスケですね。でこのクリアボディの、特徴っていうのは、一番の特徴がですね、今までのそのブルーヤコウ、ケイムラ、何らかしらボディが発光してたんですよ。ああ、なるほどね。はい、ブルーヤコウにしてもヤコウにしてもボディが発光しますし、ケイムラに関しても光を当てたら発光しますし、それを中には嫌うやつがイカがおるんですよね。アピール力が強すぎるってこと。ですんで全く光らずにアピールできるっていうのがちょうどこのクリア。はい、ですんで、いつ使うねんってなったらいろいろ試したけども、もう最後の切り札と言いますか、もうケイムラもダメ、グローもダメ、ブルーヤコウもダメ、もう帰ろうかっていうそのちょっと前に、とりあえずこのクリアを投げてみてよと。もう本当にファイナルウェポン、最後の切り札。その通りで、そのクリアのボディのこれはクリアブラウンですね。クリアブラウン。クリアブラウン、どんな感じのカラーなんですか。特にクリア系が一番強いんで、一番超スレイカに効く
特にそのクリアのそのブラウン系とやっぱりこのグリーン系っていうのが、やっぱりそのクリアの中でもナチュラルに誘えて、確かにナチュラル、ね、特にモバとか、そういうところにはうってつけのクリアブラウンとクリアベイト、クリアベイト、この2つはモバにおすすめ。モバのスレイカ、ちょうど春はねモバの、ね、でかいか狙いっていうのはね、一番鉄則なんで、そういった時にはやっぱりこのクリアブラウン、クリアベイト、ぜひ使ってほしいですね。布の色がそこまでアピールしないやつですね。今回のクリアボディは全てテープなしですね。で、あとちょっと気になるのがやっぱオレンジ系ですよね。オレンジ系定番やね。そうですね。クリアオレンジ。クリアオレンジ。これ一番ベタというかベーシックというか。オレンジはどういう状況で使ってて、やっぱり視認性が一番いいんで、やっぱりチェイスしてきた時のこのイカとの距離と感がすごく分かりやすいんで、サイトもしやすいしね。パイロットルアーとして投入するのも一番おすすめですね。でこっちがクリアアピールサンセットというのは名前の通りやっぱりアピールというところでやってます。ただ今までの分で言いますとやっぱりボディが発光してしまうんで、その発光を嫌がるイカの発光を嫌がるイカ2回言うたな発光嫌がるイカを布だけアピールさせて寄せるってやつですね。だからオレンジはいいんですけども発光が嫌がるやつがおるんですね。そういう時にはなんかでもこれ一番釣れそうやわいやそれは間違いないですね。間違いないですね。アピールレッドとか赤系のこの膨張色はあったんですけど、今回ちょっとオレンジ系の膨張色をやってるんで、これがいろいろ実調やったらなぜかよく釣れるんですね。これはいいカラーやと思うよ。ぜひ使ってみてください。で1色だけね、これグローボディ。そうですね。これは今までのスケスケ夜光のボディを使ってます。グローなかったっけ今まで？グローはあったんですけども、やっぱりその透明のクリアのピンクっていうのカラーにグローボディがなかったんですね。今までそのブルー夜光の上にピンクっていうのがあったんですけど、ボディを発光しつつ水の澄んだところでも使えるというコンセプトで今回、グローのピンクを出しました。絶妙なアピール力かな。強すぎず弱すぎずという感じですね。今回はこの5色、クリア系が4色でこのグローが1色、ぜひね春のスレイカに試してほしいですね。ほんまに釣りたいんやろな。坊主やとてっちゃんに怒られるからな会社帰られん。もう鉄拳制裁やだからやっぱり春のねポイントの目安になるのはベイトフィッシュがいること、ある程度水深があることで、潮通しがいいこと。秋はね湾内とか港内とかその港の中の穏やかなところなんかにもねイカはたくさんいるけど、大きくなればどんどん外海で深いところにね出ていくんで、秋のエギングとはもう全く攻め方が変わるのがこの春エギングですね。でエギのサイズも、3.5 号もう一択。エギゾウのね新色5色出てますけれども、
それもまあとりあえずはね 3.5 号のみです。 3.5 で春の大型アオリをぜひ釣ってほしいですね。少なくともエンジョイ系銀河の柴田には負けられないですね。ハルニカの極意は着底して激しく誘わずゆっくりふんわりしゃくる。分かったか広瀬、ゆっくりしゃくるんだぞ。当たるとしたら1投目やと思うけどな。いかやこういかかな。あおりや、あおりあおり。はい、ありがとう。毎回ボトム取ってですけれどもね、もう全然イカそこべったりなんやと思いますね。で強烈な寒波で引きもねそんなに強くなかったっていうのはやっぱりちょっと元気がないんですよね。まあでもそんな状況でもね、このヘギゾーストの 5G、 そして、新色ヘギゾーの、クリアボディですね。渋い時に一番効くのがやっぱりねクリアボディなんで、まあタフコンディション、これねもうクリーンってなってるでしょ。食はこれ寒いんですよ。冬から春にかけて寒い時ありますからね。そういった時はもうぜひクリアボディで助けられてください。クリアボディであおりあおり。浅尾くん、はい、これは俺からのギフトだよ。ありがとうございます。はい。一つね。一つお願いします。おお、二つ言うね。まあ春のエギングで一番代表的な狙うポイントとしては、ディープが隣接する駆け上がりのあるシャローで、まあ、できたらモバがあるようなところがいいね。やっぱりアオリイカ産卵するのはモバでね産卵することが多いので、まあでも最近はねモバもちょっと少なくなってきてるんで、ロープにね産卵したりとか、そのもう産みつけれるものにもう本当にね産みつけるっていうケースも多いけれども、もしねモバがあるようなエリアなんだったらそういうモバのところを狙ってほしいです。で狙い方もねもう本当に秋のサイトフィッシングと違って、底べったりでビシバシ激しくしゃくるんじゃなくて、ちょっとゆっくりしたテンポでスローにボトムの方をネチネチと狙うような感じが、まあ、冬から春にかけてのエギングになりますね。だからまあ数釣りが楽しめるシーズンとはもう本当に真逆の釣りって思ってもらった方がいいですね。まあもうそこは切り替えてサイズ狙いでボトム狙いでゆっくりしたジャーク、これが有効ですね。で大きくなればなるほどねもう警戒心も強くなるんで、そんなにね上の方まで追いかけてきて捕食しようとはしません。
でもうボトム付近で効率よく餌を取ろうとするんで、ゆっくりした動きでボトムの方を丹念に探るっていうのが、でかいイカ狙いの鉄則ですね。ナイトゲームだったらね、ちょっと中層とかやってもいいと思いますけれどもね、デイのでかいイカはもう基本ボトム狙いに徹してください。でゆっくりしたジャークですね。で春に使うエギの大きさに関してはもう 3.5 号だけでいいと思います。でやっぱり深場をね探るには小さい軽いエギではなかなか効率も良くないし、でサイズもねやっぱりもう1キロとか2キロとかそういう大型のイカが狙えるチャンスなので、やっぱり大きめのエギっていうのが有効ですね。1頭ごとにね時間がかかるんで効率は悪くなるけれども、そこは久々に出ますよ。トランキーロ、焦んなよ。焦ってね上の方ばっかりやってたらね釣れないです。もう基本ボトムをネチネチ焦らずに。イカ大きくなればなるほどね当たりが大きくなるかっていうとそうじゃないです。逆です。イカの大きさと当たりの大きさは反比例します。でちっちゃいイカはねやっぱりエギを持ってグングングンって引っ張っていったりするんで当たりも分かりやすいけど、大きなイカっていうのはね本当にもうこそなんですよ。こそーっとエギを掴むだけなんで当たりもめっちゃちっちゃい。だからでかいイカ狙いイコール硬い竿じゃなくて感度のいい竿なんですね。今使ってるの僕はこれソリッドティップのショアティプランモデルですけど、こういう高感度な竿でもなんとか当たりが取れるかどうかっていうような感じのシビアな釣りだと思ってもらったらいいですね。その代わり釣れた時の一杯は格別です。で今ももうだいぶ手前の方まで来てるんですけど、意外とねこの最後の最後足元で来ることも多いです。でずっと沖からチェイスしてきてて、でいつ食べようかいつ食べようかっていう時にやっぱりこう軌道が変わるんですね。そのずっと斜めになって斜めになって、でこれがこうなって軌道が変わった時に釣れることが多いので、足元までしっかりと丁寧に探り続けるっていうのもでかいイカ狙いの鉄則です。結構ねもう沖の方だけやって手前の方来たらすぐ回収しちゃう人もいますけれども、それはもったいないです。もうずっと追尾して追尾して最後の最後に食うっていうケースが結構ありますからね。こういう足元のね障害物がない堤防だったら最後の最後まできっちり誘い続ける、大事です。だからもう最後まで絶対に上げない、巻かない、諦めない、それがでかいイカ狙いの鉄則です。で今これ足元までずっとやってきて、最後すぐピックアップせずにちょっとずつレンジを上げていってイカがチェイスしてないか確認してます。春イカなかなか足元までチェイスしてこないけれども、場合によってはしてくるケースもある。最後の最後にスッと出てきてエギをバッと掴むっていうこともあるんで、すぐに上げない、巻かない、諦めない、それがエギングの神になる近道です。このアドバイスは皆さんへの俺からのギフトだよ。秋はちょっと効果性もう激しく動かした方がイカがバーって集まってくるんですけど、春イカっていうのが基本的にはそういう激しいアクションよりは近寄ってきたものにこうやるんで、基本的にはもうゆっくりですね、そこをべったり這わせるような形でやってもらうのが春イカはいいんじゃないかなと。今までのエギゾウがボディが全部
ブルー夜光、夜光、軽ムラ全部発色、ボディ自体が発色する、太陽の光が当たって発色する、それがすごい効く時があるんですけど、発色するのが嫌がる個体がおるんですよ。じゃあそいつらにこのクリアボディっていうのが間違いなくと自然なナチュラルで違和感なく抱きついてくれるという時があるんですよ。それがクリアボディ。本当に渋い時とか最後の最終兵器に使ってほしいやつですね。ちょっと使い分けは僕的にはもうまず夜光っていうのが一番ハイアピールなんで、濁ってる時とか曇天とか天気が悪い時はもう夜光僕は使いますね。まずでブルー夜光っていうのがもうオールマイティー、もう困った時初めて行く時にはもうブルー夜光、あと日中のちょっとみんなが叩いた後かなという時はもう軽ムラとかそこら辺、これ最終的にそれ全部ダメやった場合はクリアボディこれ試してもらいたいですね。間違いなくクリアが効く時があります。分かったか広瀬、イカ釣りだけが負けられへん。今回も圧勝やなまだ分からん。よっしゃー、来たー。あれ、抜けてる。マジか。ラインがスーって入っていってんけどな。今ねカラー変えて1投目ですわ。これオレンジのカラー、クリアボディね、やっぱり渋い時にこそね効くんやけど、まあクリア系が4色とねグローが1色、この5色が新色なんですけれども、おかしいな、めちゃくちゃ刺さりのいいカンナ使ってるんやけどね、渋い。ちょっと重量感あったけどな。痛恨やな。一回ねちょっと前当たりがあって、でしっかり全集中させてたんですけどね、したらラインがスーッと入ったんで合わせましたけどね。がっつり抱いてないんやろうね。もうボトムステイさせててもいいぐらいやね。でボトムステイさせないと乗ってこない、抱いてこないイカもいてるからね。ボトムステイも冬から春のエギングの一つのアクションテクニックで、エギゾーバランスがいいからボトムに着底した状態でもこうやって斜めになってゆら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 してるからね、これも誘いになってるんで、ボトムステイさせてるやつを上からギューッと押さえ込んで持っていくやつ、これはもうでかいイカです。何回か見たことあるんやけどね、そのボトムステイさせてる状態のエギをイカがじーっと睨んでるのを少し上でホバリングしながらね、じーっとしばらく見てますね。でものすごくじわーっと寄っていってグッて持ってじわーって離れていく。見ながら釣ったんで一番大きな 1.8 っていうやつやったけど、それはもうモバのシャローでモバの上にステイさせててんけど、そいつもそうやった。じーっと
駅の上で見てて、あれはだから5分ぐらい見てたんかな。でずーっとこれは食べれるのかな、どうなのかなっていうのを見てて、ほんで気が疲れないようにそーっと持っていったね。一回そういう経験をするとね、やっぱりボトムステイも一つのアクションだっていうのが理解できるんで、本当長い時だったら5分ぐらいじーって置いててもいいぐらい。もしかしたら皆さんも経験あるかもしれないんですけど、この状態もしくはキャストした状態でラインがトラブって、でこのライントラブルをずーっと直してて、でやっと直ったと思ってこの次のしゃくり来てるんよね。正雄くんごめん、ちょっとタモボトムステイね、聞くでしょ。じーっと見てるんよね。これ多分さっき一回かけたけど割れたやつ、同じイカやと思う。であえて一回ねかけてちょっとプレッシャーかかってるんでボトムステイ。このカラー変えたら一発やわ。このカラーずっと使ってたんですよね。うわ墨、うわいやボトムステイの話してたらしっかりとボトムステイで乗ってきましたね。でカラーも変えました。新色5色あるうちのクリアアピールサンセット、渋い時はこのカラーぜひね使ってみてください。でやっぱりクリアボディね、本当に今日も当たり小さいしね、なかなか乗ってこないですけれども、そういう渋い時こそ第4のスケスケボディ、夜光ブルー夜光ケイマラに続くクリア、これはね本当エギゾー史上一番釣れるカラーかもしれないですね。でも地合いなんやろね。潮止まりから潮動き出したタイミングでクリアアピールサンセット、これが効きました。このイカはあなたへのギフトだよ。ありがとうございます。美味しくいただいてください。いただきます。どうやって釣ったんですか？もうクリアアピールサンセットつければ誰でも簡単に釣れるよ。ずっとついてたんですけどね。あれクリアアピールサンセットさえつければ誰でも簡単に釣れる。おかしいな。なんで？おかしい。もしかして下手？これですか？いやこれ誰でも釣れるよ、クリアアピールサンセット。ちょっと試してみます。釣れますんで。今試合なんで。試合。はい。しかしスケスケボディが好きだね君は。スケスケブルー夜光ケイムラに続いてクリア。スケスケボディが好きですか？スケスケが大好きです。このドスケスケおじさんはみんなスケスケボディが好きやからな。スケスケ。はい、ワン、ツー、スリーカウント取りましたね。いやもう完全にね、もう完勝やね。釣れてないじゃないですか。いやもういいサイズ釣れましたよ。アオリカ3つのアオリカ、ワン、ツー、スリーカウント。ちょんじゃないですかね。あれはダメですよ。いやこの厳しい状況で釣れたっていうのは大きいよ。やっぱりエギゾーのね新色クリア。あれをちょっとねとりあえず使ってもらいたかっただけなんですよ。実力見るためにね。いや。であの実力はあんなもんじゃないですから。まあね、確かにやっぱりこの春の時期といえばキロアップ。キロですよ。2キロ。釣ったって言わないですよそんなん。悔しいな。次また相手してやるよ。悔しいな。頑張れよ。くそー。たまにね。でもね、柴田の言うことも一理あります。やっぱり春って言ったらね、1キロオーバー2キロオーバー
やっぱ夢がありますからね。で今回ね、イギゾーの新色5色使いましたけれども、実はね、春にね新しい液もね考えてるんですよ。でさらに、去年に引き続きスケスケ祭りあるんですかね、今年のニューロットエギゾースティック、なんかねその噂も聞いてるんでね、次はねニューエギ&ニューエギゾースティックがあるのかどうか、そこはねもちろんトランキーロあっせんなよでお待ちください。柴田 VS 広瀬の戦いは第2ラウンドに続きます。交互期待。あおりあおり。